すくい取るようなイメージで、これねタコを、締めて、お刺身作っていきます。でこれはねマダコっていう種類のタコっすね。でスーパーなんかでねよく見かけるのは水ダコっていう種類のタコで、水ダコはね基本的に北海道産が多いですね。こっちのマダコっていうのは有名な産地だと明石のタコとかね、あと関東だと神奈川の佐島だとかその辺りが有名ですね。でこれまだ生きてるタコなんで、ここのね眉間にね神経があるんで神経締めて、でそこからお刺身にしていきますと。タコはこのねイカなんかはこの眉間一突きすれば神経締まるんですけど、タコっていうのはここついただけじゃなかなか締まんなくて、これね、まずここつくはつくんですけど、これ理由があって、タコっていうのはね脳みそがね9個あるなんて言われるんですよ。でここのね眉間に1個とそれぞれの足に1個ずつねこう脳みそがついてるなんて言われて、脳みそというか神経の集合体がついてるっていうイメージなんですかね。なんでここをついただけじゃ完全には締まらなくて、なんでここをねピックみたいなのでこう刺したらこうグリグリしてやんないと全部の足が締まんないんですよね。そうなんで結構ねこう締めてる間に暴れるんですけど、しっかりねこれだから全部を締めてあげないと、ずっとね暴れたままの状態で料理していくことになると。でねたまにねタコはね神経が4つあるっていう人がいるんですけど、タコの足っていうのはこうね正面見た時に第1第2っていう数え方をするんですよ。で第3第4っていうね、こうだから2つを1ついで考えるんですよね。ここが1つい、こことここがペア、こことここがペアっていう形でそういう数え方をするんで、だからそれと脳がね、9つそれぞれの足にあるっていうのが多分混ざって、で勘違いでその神経が4つあるっていうね話になったんだろうとは思うんですけど、なんで正確にはそれぞれの足にこう神経の集合体があるっていう形ですね。締まったかどうかはねこれ水ダコだと色が変わって分かりやすいんですけど、マダコだとね分かりづらくて、だからこう単純にねこうねよく動くところが締まってないっていう感じなんですよね。なんで今だとこの足がよく動くじゃないですか、この辺だからこっち側が締まってないんで、そしたらこっち側にね入れてあげる。そうすると神経に刺さるとこうビクッと反応して、こうやってねこうだんだん吸う力が弱くなっていくというか動く力が弱くなっていくんで、こういう感じで、締めてってあげると。そうでねタコはねこのね神経系がね9つに分かれてて、なんかそれぞれの足がね勝手にこう判断して動くなんて言われてたりもして、そうだから結構ねなんか調べると面白いんですよね。締まると色が変わるんですよ。こうやって見るとちょっと分かりづらいですけど、ここがまだ色が結構残ってるじゃないですか。この辺はそう生きてるなって思ったらそこ狙ってそっちの方面を締めてあげると。普通の魚っていうのは背骨の真ん中に脊椎があって、脊椎を締めると簡単に動かなくなるんですけど、タコっていうのはねそもそも脊椎がなくて、で全身にね神経が回ってるんで、だからね完全にねこう身が動かなくなるってことはねないんですよね。なんでスーパーのお刺身なんかでもこう足叩くとビクって反応するじゃないですか。それはね神経が結構複雑にね全身に回ってるからっていう風に言われてますね。で全体締まったらさばいていきますって感じですね。タコはね結局ね締めたところで吸盤はしばらく生きてるんで、このねもうまな板に貼り付けちゃってさばいていくっていう形がねさばきやすいのかなと思いますね。これね頭をひっくり返して内臓を取りますと。でね頭はねこうやって、こっち側が顔でこっちが頭というか胴体の裏側なんですけど、裏を向けてこっからねこうひっくり返してあげると内臓が出てくるんで、まずね内臓を取っちゃいますと。イカスミは食べるのになんでタコスミは食べないんだって。タコの炭ってね薄いんですよね。薄くてサラサラしてるんで、例えばパスタなんかにしても絡まないんですよね。そうで色もそんなにつかないんですよ、サラサラで。だから食用にはしないっていう。タコの炭にはね毒があるってね、人間にとっては無毒っぽいんですけど、カニなんかに対しては結構毒性があるみたいで、なんでタコの炭には毒があるなんて昔ね
言われてた名残もあって食べないんじゃないかっていう話も聞いたりはしますね。で内臓を裏返したらこの辺はね、手でちぎってもいいしこう包丁で外してってもいいしっていう形ですね。はいで、こんな感じでね、内臓外せたら、ここからタコをね、足と頭とばらしていきますと。切り離す時はね、ここに目があってここでね掴めるポイントがあるんですよ。口の付け根っていうかがあるんで、ここはね掴むとはっきりわかるんで、ここ持ってでここで切り離しますと。でね、この時に、足が締まってないとこっちに絡まりついてくるんで、だからそういう足があったらもう一回締めてあげるのがいいかとは思いますね。頭と、足とね切り離せましたと。今度ねこれが口なんで、この口をね取り出しますと。これが、タコの口ですね。ここから、足をね8つにばらしていきますと。で8つにばらす時はね別にそんな難しいことはなく、足と足の境目にこう包丁入れていくだけなんで、こんな感じで1本ずつばらしていってくださいと。だからこうやってねばらしてる時にこう明らかに動いてくる腕っていうのは、これは多分こいつの神経がまだ締まりきってないんですよね。なんでね多少こう根元をねこうグリグリっと刺激してあげると締まるっていうことですね。でどんどん切り離していっちゃいますね。内臓を外したタコの頭なんですけど、タコ炭っていうのはね、ここの水を出すところがあるじゃないですか。ここの根元についてるんですよね。なんで結構奥まったところにここにねタコ炭が入ってるんで、これですね。これがタコ炭なんで、これね割らないように取り除いてくださいと。こう頭がこうあって、ここ裏返すとここに繋がってるところがあるので、こうやってね、外してあげて、で、ここを外してあげると外れますと。これが、タコ炭ですね。なので意外と取るのが手間だったりしますね。で、頭とね足とばらしたら、こういう形になってると思うんで、ね、お刺身で食べるのはね主にね足の部分。これなんで頭はお刺身で食べないかっていうと、頭っていうのはねこのねズルズルの皮で結構覆われてて食感が悪いんですよ。でこれねこれから剥いていくんですけど、このねタコの足のね皮もね人によってはそのままにしちゃうんですけど、僕はねこれ食感悪く感じるんでこれ剥いちゃうんですよね。で剥く前にタコっていうのは結構吸盤がいろいろするんで吸盤が汚れてるんですよ。なんで、一旦塩で揉んで、このねぬめりと汚れを取っていきますと。でねこれね塩でね揉むんですけど、塩ね入れすぎるとしょっぱくなるんで、本当に少しの塩でよく揉むっていう感じですね。これね結構力入れて揉まないと、ぬめりが落ちないんで結構強めに揉んじゃって大丈夫ですね。脳が9つあるっていう話をしたんですけど、タコのこの脳の何ていうんですか、神経の数、神経細胞っていうのかな、神経の数って犬とかと一緒ぐらいの数があるらしいですよ。ものすごい頭がいいんじゃないか。なんか結構ね瓶の蓋が開けられたりだとか、結構ね記憶力が良かったりだとか、タコっていうのは結構ね不思議な生き物っぽいですよ。でこのぐらいね泡立って、ぬめりがねだいぶ出てきたら、一旦洗い流しますと。こっちが揉む前のタコで、こっちが揉んだ後のタコなんですけど、こう塩で揉んだ後っていうのはねもうほとんどね身は動かなくなるんですよね。こっちはねもうまだ全然吸盤も生きてるし、なんで塩で揉むとこう神経がだいぶ死んじゃうんですよね。なんでこの動いてるのを見せたい場合は塩で揉まない方がいいですね。
水洗いしたら今度ね最後もう一回揉んであげるんですよ。そうすると、ぬめりがね最後できて、であと塩味もここである程度抜けるんで、美味しい刺身になるよと。こうぬめりができたなと思ったら、最後水で洗って、で、ここからお刺身にしていきます。そしたら、タコをお刺身にしていきます。さっきもちょろっと話したんですけど、この皮のね食感が悪いんで皮を剥いていきます。皮はねこう包丁でねこう探りながら切ってってあげれば簡単にね剥けるんで、こんな感じで剥いてってください。このねつなぎ目に向かってこう皮を入れてあげるとこう皮が剥けていくんで、こんな感じで剥いてってくださいと。あとね、もし包丁が切れなかったらね、このさらしかなんかで掴んであげて引っ張るとこうやってね簡単に剥けていくんで、ある程度は包丁で切り進めて、でそっから、さらしかなんかで剥いてあげるのがいいんじゃないかなとは思いますね。さっきタコの頭は刺身では食べないって言ったんですけど、これねタコはね柔らかにってねこう柔らかく煮てあげると結構美味しく食べれて、単に頭をねさっと茹でただけだとやっぱり皮の食感が気になるんですけど、柔らかく煮てあげるとね比較的ねこの皮の食感気にならないんで、よかったら別動画でねタコの柔らか煮の作り方っていうのをね、そっちをね見て一緒にね炊いてもらえれば、美味しく食べれるかなとは思いますね。こう吸盤のところまで皮がむけたら、この吸盤を包丁で落としちゃいますと。で足のね先はねどうしてもこれ吸盤が残るんで、これ剥いてもいいんですけど、正直ここがねもう細くてね食べるところほとんどないんで、これなんかはねもう炊いちゃってもいいと思いますよ。炊いちゃうか、一緒に茹でてちょっとねつまみにするかっていう感じですね。こういう状態になってると思うんで、こっちはもう普通にあと切ってお刺身で食べるっていう状態ですね。でこっちは今度軽く火を通して、でこのね皮を外して、吸盤だけにしていきますっていう形ですね。お湯が沸いたらこれね吸盤茹でていきますと。で茹でる前にね塩一つまみ入れてあげて、氷水用意してあげて、これあんまり茹ですぎるとほんと茹でだこみたくなっちゃうんで、これねさっとねこのぐらいなんかちょっと色が変わって縮んだなぐらいで揚げて、で氷に落とします。ではこのねタコの足先もね、一緒に茹でちゃっていいと思いますよ。こうやってね茹でた吸盤は、水気拭いてあげて、でこっから、ばらしていきますと。でばらす時はねこう皮をねひたすら剥いでいくっていう感じなので、こんな感じでね最後この吸盤だけ取り出してあげるっていうイメージですね。ちょっと手間ですけどね、この吸盤がコリコリ食感があって美味しいんで、美味しく食べるには多少の手間はしょうがないのかなっていうことで。でねこのね皮が厚いところはね吸盤の裏にもね結構この分厚い皮がこうやって残るんで、なんていうのかな、すくい取るようなイメージで切ってってあげると、もし皮が好きだったら今皮剥いて湯に落としたじゃないですか、じゃなくて皮剥かずに湯に落としてそのまま切っていくっていうのでも美味しいと思いますよ。なのでその辺はねお好みで、こんな感じで、吸盤と皮と分けてってくださいと。足と吸盤とに分けられたら、ここからね盛り付けていきますと。タコなんかはこう比較的夏の魚じゃないですか。でね暑い時に結構食べる魚のイメージがあるんで、こういうねガラス器なんかがね結構涼しげでねいいんじゃないかなとは思いますね。タコの切り方はね薄く引く人と、あとある程度厚みを持たせてねこうなんていうんですかね、ぶつ切りじゃないですけどこう丸いね形を生かす人とっていう感じでちょっと好みが分かれるんですけど、これはねもう本当に好みで、こうやってねある程度厚みを持たせて、あとはもう本当にねこう薄くね、タコの薄作りなんてねこうやって薄く
削いでってもいいしっていう感じですね。なんでね、その辺はどうしてもねこう生きてる身なんでね、薄作りにするとこうね見た目がねこう縮こまるんですよね。ある程度厚みを持たせて切った方が綺麗に盛れる気はするんですけどね。でだんだん細くなっていくんで、そしたらこうだんだんね包丁入れる角度を薄くしてってあげればいいんじゃないのかなとは思いますね。でね、こんな感じでね、盛り付けたらあとは吸盤とかね添えてあげて、タコはわさびはもちろん合いますし、あとは塩とすだちなんかでもね結構美味しく食べられますし、あとポン酢で食べても美味しいしっていうね。なので結構ね、タコだとかイカはね身自体が結構癖がないんで、どんな食べ方しても美味しいんですよね。釣りする人なんかはねタコ1匹あれば結構いろんな食べ方でね食べることできるんじゃないかなって感じですね。あと茹でてたこ焼きなんかにしても美味しいとは思いますし、今回はね、塩とすだちでちょっとさっぱりめにねこんな感じで、仕上げてみました。以上タコのさばき方でした。